皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気でしょうか？私は元気です。はい、もう3月も下旬に入ってきましたね。もう3月が終わりそうなんですが、日本はまだまだ寒いです。ちょっとね、暖かくなったかなと思ったんですが、またぐっと気温が下がって、昨日はね、山の上の方に雪が積もってましたね。まだ雪が降りますね。寒い。早く暖かくなってほしい。今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？はい。今日はですね、子供の対応ストラテジーについてお話ししようと思います。はい。皆さん、お子さんはいますか？それか、子供と関わる仕事をしていますか？周りに子供がいる環境ですか？どうですか？お子さんが周りにね、近くにね、いる方は、ああ、わかるわかるっていう話かなと思います。はい。私は子供はいないんですが、子供に英語を教える仕事をしています。なので、日常的に小さい子供たち、私は3歳ぐらいの子供たちから12歳ぐらい、はい、小学校を卒業するまでの子供たちのクラスを担当しています。で、一人一人子供たちって性格が違うし、もちろんね、性格が違って個性があって、あとは年齢によっても成長の段階っていうのは違いますよね。なので、一人一人の子供たちに合わせて対応を変えなきゃいけないっていうことがあります。それがね、この仕事してて本当に難しいことです。英語を教えるっていうこのティーチングスキルはもちろん、これは会社でトレーニングを受けて学んでいるんですけど、子供の対応方法って本当にその子供によって対応方法が違うので、これをやれば絶対に対応は間違いないよっていう正解って全くないんですよね。子育てされてる皆さんはよくわかると思います。ねえ、子育てにも正解ってないですよね。なんでこの子はこんなことしちゃうんだろう。なんて声をかければいいんだろうって悩まれてる親御さんが多いんじゃないかと思います。私も悩んでる一人です。はい。前のね、ポッドキャストでもお話ししましたが、今年度、1年間のレッスンが終わって、ふーっと今、お休みの期間なんですが、今年度結構大変だったなっていう、はい、印象があります。その大変だったのが、子供の対応で、その中でも私が結構悩んだ子供の性格っていうのが、癇癪を持ってる子ですね。癇癪っていうのが、なんというかな、感情がバーンと爆発しちゃうことを癇癪が起きる、癇癪を持っているって言います。特に、ネガティブな感情が爆発してしまうことですね。例えばですけど、私が受け持ってた子供さんであったのは、ゲーム、ゲームをして負けてしまった時、悔しいっていう気持ちがあるじゃないですか。ネガティブな感情。これがなかなか自分の中でコントロールできなくて、もう悔しい。もう嫌だ。負けたのが嫌だ。もうこんなゲームやりたくない。そこからもうこの英語のクラスも嫌だ。帰りたい。ママに会いたい。みたいな大爆発が
起きてしまったり、そうですね。例えば順番に何か発表しましょうっていう時に、じゃあ今日は A 君から発表しようね。次は B 君、C ちゃん、D ちゃん、E 君みたいな感じで順番があるんですけど、その感触を持ってる子は、なんで僕が一番じゃないの？なんで僕を見てくれないの？っていう、こう自分にね、関心が持たれてない時に、寂しいという気持ちかな。これは寂しいっていうネガティブな気持ちから、またバーンと爆発してしまって、なんで私を見てくれないの？なんで私が一番じゃないの？もう嫌だってなってしまう。うん。これは今お話ししてる感触持ってる子たちはだいたい4歳ぐらいかな。そうね、4歳ぐらいの子なんですけどね。まあ、ね、なかなかまだ心もしっかり成長しきってない。そしてこのネガティブな気持ちをどうコントロールしたらいいかわからない。どう表現したらいいかわからない。だから、わーんと爆発したり、大きい声で叫んだり、泣いたりして自分の気持ちを表現するんですよね。で、そうなると、まずもうクラスが進められないですね。もうわーってなってる子が一人いると他の子供たちもってちょっとびっくりしたりね。で、そんな中でじゃあ次のアクティビティしますよって言ってもなかなかうまく進まないわけですよ。うん。で、周りの子供たちも英語の先生としてしっかりこれを教えなきゃいけないというプランもあるわけですから、その子供たちにも迷惑をかけてしまうっていうことがあって、どうにか対応しなきゃいけないですね。で、これ本当に悩んで、で、最初はね、まずは、落ち着いてと、深呼吸しようって言って、一緒に吸って吐いて、吸って吐いてと、深呼吸をさせてみたり、何が嫌だったのって一回言葉で説明してみようね。先生、お話を聞くから、先生に教えてくれるって声をかけてみたり、ボディタッチをして、こうね、体を触ってあげるっていうのもね、感情を落ち着かせる方法でもあるので、しっかり手を握ってあげたり、ね、ハグをしたり、いろんな方法を試したんですが、なかなか落ち着かなくて、もうそれでも、もう嫌だ、そんなの嫌だ、嫌だ、嫌だ、先生大嫌い、みたいなモードに入ってしまうんですね。でも、これは大変だということで、お母さんお父さんにお話をね、聞いてみたり、園の先生、はい、日常的にその子と関わってる先生にお話を聞いてみたり、いろんな相談をして、こんなことしてみたら効果がありましたよとか、こんなことをしなかったら感触が起きにくいですよっていうね、いろんなアドバイスをいただいて、それを試してみて、これは効果があるな、こういうふうにレッスンを進めれば感触が起きないなとかね。例えばですけど、これいい悪いはあると思うんですけど、ゲームをするときに勝ち負けを決めるゲームはなるべくしない。みんなで、クラスみんなで楽しめるゲームをするとかね。はい。で、あとはその子の、その日の感情とか、その日の機嫌、その日の、ムードですね。ムードを見て、今日は結構ニコニコ、はい。いい機嫌の時だな、機嫌がいい時だなと思ったらいつも通りレッスンができますし、ちょっと今日は機嫌に波がありそうだなという時はその子により一層気をかけてレッスンをしたりとかね。
はい。そんな感じで対応をして、最終的にはすごく楽しそうにレッスンを受けてくれるようになって、平和にね、レッスンができるようになりました。はい。今回はね、その感触を持ってる子というところにフォーカスをしてお話をしたんですが、いろんな子がいます。本当にいろんな子がいて、それによってどうやって声をかけるのか、どうやってお話をしたらいいかっていうのが、もう本当にいろんな方法があります。日々私はこう悩みながら、いろんな方法を試しながらレッスンをやっています。ねえ、難しいんですが、それが子供教育の難しさでもあり、面白さでもあるなと、やりながら感じてますね。いや、ほんといろんな子がいますよ。感触持ってる子もいれば、恥ずかしがり屋さんの子もいれば、完璧主義の子もいれば、おしゃべり大好きな子もいれば、おふざけ大好きな子もいれば、いろんな子がいて、それぞれみんないいところがあって、可愛いところがあって、でも、ね、みんなでレッスンをするわけですから、うん、みんなでレッスンに集中できるように、私も声かけを変えながら、はい、日々クラスを行っています。皆さんどうですか？もしこういう感触持ってることがいろんなね、性格があるお子さんお持ちの方がいれば、私の子供の場合はこんな対応してますよっていう何かストラテジーがあれば、ぜひぜひアドバイスをください。コメントで教えてもらえると嬉しいです。はい。では今日は以上です。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。